はい、サソリ座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月後半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。よろしくお願いします。先日アップした10月3日までの日食までのテーマっていう動画をね、まだご覧になってない方はぜひそちらご覧になってからこの動画に帰ってきてください。その方がより深く現実に生かしやすいかなと思います。と8月の末までにサマーキャンペーンというのをやっていまして、もし先生術とかタロット勉強してみたいよという方は、私が提供しているテキストや動画が全て 20% オフになっていますので、この機会に概要欄から詳細チェックしてみてください。では行きましょう。8月後半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。戦車の逆、ワンド6逆、ソードページ逆、カップのクイーン、ワンド4逆、節制、そしてフール、気をつけることや対策は、ワンドナイトと忍者とオラクルは女帝の逆です。そうですか。ちょっと星の話を先にしますが、8月15日、後半ですよね。8月後半というのは前半に引き続きまだ彗星が逆行しているので、いろんなちょっと誤解が生じやすかったりしやすいんですが、特に8月15日以降っていうのは何か仕事の計画がちょっと変更になったりとか、自分でもやっぱりこうしようみたいな感じで考えが変わったりとかしやすいので、あくまでもちょっと余裕を見てね、動かせる範囲で動かすようにしてください。そして8月20日が満月なんですけども、この満月もですね、なんだかちょっと混沌としているっていう感じがあるので、もしかしたら仕事とか今携わっていることと自分の本当の気持ちっていうところでちょっとグラグラしたりとか調整が必要になってくるかもしれません。ただこの満月の時でいつも大体そんな感じなんですよね。エネルギーがピークっていうか感情がすごくピークになるので、いい意味で興奮するっていうのもあれば、悪い意味でこの不安が増長されるっていうこともあったりするので、冷静に自分の今の状態を客観的に見るようにしてください。で、それが過ぎると、もう8月23日ぐらいになると途端に落ち着いてくるというか、また流れが変わってきます。もう少し広い視野で見た時に、自分は今どうすべきなのかなとか、ここに助けを求めたらいいんだとか、こんなところに出口があったみたいな形で、急にきちんとした対策を打てるようになるっていうのがあります。まだもちろん彗星は逆行していますが、その中でもちゃんと方向性が決まってくるっていうのもありますし、また8月29日にはね、この彗星逆行も終わりますので、やっとなんか誤解が解けるとか、やっとなんか思ってたものが進み始めるとか、ご自身もなんかやっとゆっくりできるみたいな、そんな感覚になる方もいらっしゃるかなと思います。はい。で、それを踏まえた上でカードを見るんですが、やっぱり今ちょっとだけなんか目詰まりしているというか、決してなんか志が低いわけじゃないし、ちゃんとなんか何をすべきかって分かってるんだけど、なんとなく今は動けないんだとか、自分が何かをその目標を持って動くこと以外のところにちょっと気が取られてるんだとか、やらなきゃいけないんだっていうところで、なんとなく当初の目的から逸れてるような感じがするかもしれませんが、そう思うかもしれませんが、それでませんっていう感じで言われていて、今はそうやってちょっと立ち止まって、なんていうか、ちょっと物事を疑ってみるとか、こういうこともあるのかなっていうふうに物事を広く捉えて、いろんな可能性、リスクもだし、メリットも考えてみるのがいい時なんですよって。だから闇雲に動いたり、結果を出すことだけがいいことじゃないよというふうに言われていて、今この瞬間の誘い座の皆さんが感じる感性っていうものの中にちゃんと答えがあるよというふうに言われているので、自分が自分の感性をキャッチできるぐらいちょっとゆっくりしててほしいっていうか、自分をいたわってほしいなって思います。すごくやっぱりちゃんと分かってるっていうかね、周りはごちゃごちゃ忙しかったりとか、やることもあるなってなったとしても、ふとした時にちゃんと自分が自分とつながっていれば、何の心配もないし、自分はこれでいいんだって思えるし、こうすればいいんだっていうことも分かっている。そして他者のことまでも理解できるみたいな、すごく慈悲深い感じがありますので、その起きてる出来事に惑わされないって感じがありますね。そしてここからさらに、特に8月23日以降というのは仲間とかグループとか団体とかコミュニティっていうものの、集まりも良かったりするんですね。なので、ここから人間関係も豊かな感じがします。もし特定のね、誰かっていう
方がいらっしゃる方は、その人と本当にいい関係、本当になんか無理せず、ありのままの自分でいい感じにつながっていくんだなと思いますし、お互いがお互いをちゃんと認め合って、なんだか穏やかな、本当に穏やかな温かさの中にいるっていう感じがあります。で、そうやって穏やかな温かさや穏やかな感覚っていうものが、ちゃんと自分がそれを感じられていると、もっとさらに高いレベルでの気づきが起こるようで、今までは気づかなかったけど、あれってそういうことかみたいな気づきがあって、また次に繋がったりとか、自分が手が届かないと思っていたところまで手が届いたりとか、自分の専門性っていうものが非常に開かれてくるっていう風に出ています。で、それによって逆にすごく楽になるっていうんですかね。もうなんかね、行く筋が見えてますって感じがするんです。この8月後半は。実際はそんなに動けてないとかってご自身で思っていたとしても、自分が進んでいく道とか、この道でいいんだっていうのがちゃんと分かっていて、計画も立てられているから、あとは進むだけなんだみたいな、そんな感じがあって、非常に心軽やかになっていくって感じがしますね。何かから解放されているっていう感じです。とてもいいですね。ものすごくあったかい感じがします。こう、温かくて緩やかで分かってるよみたいなそんな感じ。その感覚の中でゆったりと進んでいけるっていう感じがしてとってもいいですね。あえていろいろ考えるのも意味があったなっていう感じがすごくします。ですので、この8月末ってもしかしたらちょっとご褒美期間なのかもしれないですね。ちょっと自分に甘くしてもいいよとか、普段だったらちょっとこれがダメってやるところを自分に、今回は許しとこうみたいな感じで許すとか、とっても豊かなものがいっぱいある感じがするんですね。なのでその豊かさっていうのはふんだんに受け取って、ちゃんと無理するとか、自分を鼓舞するとかじゃなくて、豊かな感覚で誰かと関わりながら、ちゃんと決めた方向に進んでいく。そしてそれ進んで、盲目で進んでいくわけじゃなく、ちゃんと自分の足元を見ながら、今この段階っていうのも分かりながら進んでいくってことで、ものすごく余計な想念がないっていうかね、いい感じですよ。この水星逆行の中、これができるさそり座さんって素晴らしいと思います。なので、もしごちゃごちゃしたとしたら、おそらく満月までなんでしょうね。8月の20日ぐらいまでなんでしょうね。素晴らしいです。ぜひ楽しんでください、これを。この踏まえた上でちょっとお仕事のことを見させてくださいね。うん。ワンドの10と、ソードの8と、カップの6ですね。うん。そうですね。お仕事で見た時には、ここまでできる自分になりたいみたいな、そういう思いがあるんですけど、でもそもそもそこまでできる人ってスーパーウーマンだよねみたいな、スーパーマンだよねっていうような高い目標であることを自分でも分かってるし、そこまで自分で自分をなんかこうプッシュしなくてもいいかみたいな感じがあります。なので、なんかね、全体を通してね、この期間、さすがの皆さん分かってるって感じがすごいします。だから仕事もやることがあるとか、それも分かってるけど、でもそこまで無理してやらなくてもいいよねとか、自分はここまでが限界ですっていうものをしっかりと分かって、理解して、ちゃんと他の人の助けも得たり、これはちょっと任せようみたいな感じでちょっと手放したりとかして、自分の精神を非常によく保ってるって感じがします。ちゃんと助け舟を呼べるって感じがします、仕事では。これ以上は無理ってなった時に、手伝ってくださいとか、これお願いしますっていう風に言える環境にあるよって。で、そうすることによってまた心はすごく楽になるよっていう風に言われてますね。はい、ちょっとすごいね、人間関係も見させてください。うん。ワンドのナイトと、カップの5と、ペンタクスの4ということで、なんか不思議ですね。ご自身がしっかりと自分とつながって、自分が何をすべきなのか、今どこにいるのか、自分の立ち位置ちゃんと分かってるからなのか、他者に対しても人間関係に関しても、なんか、変に期待しすぎず、こう変にプレッシャーを与えすぎず、かといって自分が卑屈になりすぎずみたいな、ものすごくなんか程よい距離感で付き合ってるって感じがします、人とね。ここではすごくいい関係でできてるし、それぞれにちゃんと遠い人とも繋がれるよとか、場所とか距離とか関係なく意識で繋がれるよっていう風に出てるので、非常にいろんな人と繋がれるんだろうなと思うんですけど、実際の現実世界の人間関係って見た時には、
期待しすぎず、他者に課題がね、期待をかけすぎずに、いい塩梅で関わってるし、自分がやるべきことはやる。そして、なんかべったりと相手に依存することもせず、ものすごく重要な感じがします、これはね。いいですね。そういう時があってもいいですよね。変に、でもそれはおそらくね、自分をしっかり保ってるからだと思います。自分をしっかり保ってるからこそ、相手の守りたいものも理解できるよとか、今はそうだよねっていうのも理解した上で、関わっていけるっていう形で、ものすごく大人な感覚で、問題が起きようがないぐらいの感じの距離感で行ってますね。ぜひこのいい感覚、ご自身とつながってね、自分が落ち着いて豊かさの中にいるってことを感じてみてくださいね。そしたら全てうまくいく感じがする。こうやって人間関係とか仕事って見た時に多少もちろん多少のささくれはありますよ。でもそんなことは関係ないんだっていうような、もっと大きな力で自分を保てていけるっていう感じがするんですね。ちょっと最後にもう一枚オラクルカード引かせてください。はい。シークヒーリングということで、ヒーリングムーンというカードが出ています。このカードを見て何かしらね、感じることがあれば皆さんも自分の直感でメッセージ受け取ってみてください。そしてどんなメッセージ受け取ったのかまた聞かせてください。聞かせていただけると嬉しいんですけども、なんかすごく深く自分のことを見ていける。そして、なんだかこの落ち着いた状況だからこそ、深いところまで自分を癒せるっていう感じがします。一番ね、私聞いてるのはね、これな感じがするんですね。本来の自分の良さっていうものをしっかりと自分が把握して、そして惑わされずに自分とつながることによって他者ともうまくいくし、さらにそこでまたいいエネルギーが渦巻いて、もっと深くいける。もっと自分の専門性磨けるっていう感じです。その専門性を磨くとか仕事うまくいくという豊かさを感じるというのと同じだけ深く自分の中にも入っていけて、自分がこだわっていたこととか、昔の傷とか、そういうのも全部こうクリアにしていけるよみたいな感じですごく自分自身が広がってるっていう感じの、期間でしたね。素晴らしい。はい。ということで、ここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよとか分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えてください。いつもコメントをありがたく拝見しています。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。